少年漫画界でナンバーワンの漫画ですね。この作品が一番面白いと言っても間違いないんじゃないでしょうかね。鼻水とね、涙でね、むちゃくちゃになって読めないぐらい感動する話、ワンサが最後出てくるんでね。毎度、アイキーです。今日もよろしくお願いします。いやー、今日はやばいですよ。今日ご紹介する作品は、少年漫画界でナンバーワンの漫画ですね。少年漫画という枠に限って言えば、この作品が一番面白いと言っても間違いないんじゃないでしょうかね。そんな素敵な作品を今日はご紹介していきたいと思います。さあ、一体どんな作品でしょうか。見ていきましょう。Here we go!牛音虎。いやー、これ本当に面白い。みんなね、インターネットで検索してもらったらわかると思うんですけども、牛音虎おすすめとかね、面白いっていうのを検索してもらってもいっぱい出てくるんですよね。本当に面白いんで、漫画を読んでいる人たちからすればですね、これ絶対読んでほしいっていうような、すごい面白い少年漫画なんですけども、その面白さと比べるとですね、一般的な知名度はそこまで高くもないですね。例えば、ナルトとかワンピースみたいな、普段漫画読んでない人でも知ってるような作品と比べると、知名度そのものはそこまで高くないので、ぜひこの動画を見たことをきっかけに、この漫画手に取って読んでもらいたいと思ってます。この牛音虎がどういう話かと言いますと、獣の槍というね、妖怪を退治するための最強の槍を偶然手に入れた中学生、青月牛尾と、その槍によって封印されていた大妖怪、虎。お互いにですね、いつかお前を滅ぼしてやる、いつかお前を食ってやるという感じの関係だった一人と一匹の組み合わせがですね、共に旅をしていくうちに、どんどんといろんな戦いを乗り越えて、最終的にはですね、最強最悪の大妖怪、白面のものに二人で力を合わせて挑むという、そういうストーリーとなっております。そんなね、妖怪退治系の物語というこの牛音虎がですね、僕が史上最高の少年漫画と言えるぐらい面白いですよとおすすめするのは一体どんなところに魅力があるのかというのはですね、5つのポイントに絞ってですね、皆様にお伝えしたいと思っております。さて、その5つの見どころはこちら。主人公青月牛尾が超かっこいい。相棒の虎がもはやヒロイン。妖怪たちが怖くてキモくて可愛い。名言と名シーンのオンパレード。最初から最後まで伏線回収が神。といった感じですね。この5つに絞って面白さをお伝えしていきたいと思います。まず1つ目の面白ポイントからいきましょう。主人公、青月牛尾が超かっこいい。これね、青月牛尾くんなんですけども、全然イケメンとかじゃないんですね。イケメンじゃないし、爽やかな感じでもないんですよ。喧嘩っ早くて、勉強もできなくて、どちらかというと泥臭いタイプの男の子ですね。いわゆるモテ要素が全くないキャラクターなんですけども、ただ嘘が下手で、まっすぐで思いやりがあって、曲がったことが大嫌い、そして正義感に溢れている。これはそんな男なんですね。誰かの涙を止めるためにはどんな強敵相手にでも立ち向かう。目の前の人を救えるなら自分の命を危険にさらすことも厭わない。他人の苦しみに寄り添って本気で涙を流し、人間だろうが妖怪だろうが心の底から信じることができる。そんな優しい心を持った熱いやつなんですよね。本当に最高に少年漫画の主人公をしてるんですよ。世の中に理不尽なことっていっぱいあるじゃないですか。皆さんが生きていく中に子供の頃はいろいろあったと思うんですけども、大人になるにつれていろんな理不尽なことも受け入れてですね、仕方がないなと思って生きてきてると思うんですけども、でもこの牛はですね、そんな理不尽に対して正面から向き合ってぶつかって悩んで、そしてちゃんとそれに対して怒ることができるんですね。
やっぱり現実ではね、なかなかそういう風にはいかないんですけども、誰かが理不尽に傷つけられるような出来事があったら、迷わずそれに立ち向かって怒ることができる。やっぱりそういったところにとてつもないかっこよさっていうのがあると思うんですよね。相棒の虎がもはやヒロイン。この漫画にはですね、ヒロインと呼べる女の子がね、5人出てくるんですけど、かなり多いんですけどね。さっきの青月義雄はね、かっこいい男だっていう話にも出てきたんですけども、牛尾そのものはですね、あんまりモテるタイプの男の子ではないんですけども、この旅の道中ですね、何にも困ってる女の子たちを助けるんですね。妖怪絡みで困ってるんで、命をかけて戦って助けたりとか、困ってるところを助けてあげるんですけども、その結果、そこで出会った女の子たちから次々とね、慕われていくわけなんですよ。そういったこの5人の正ヒロインたちをぶっちぎっても、なおかつ、このトラのヒロインムーブがすごい。このトラはですね、2000年はある大妖怪なんですけども、500年前からこの獣の槍に貫かれて、虎の中にずっと封印されてたわけですね。そんなところから突然出てきたわけなんで、そこでね、現代の世界を見てね、めちゃくちゃびっくりするわけですよ。全てが500年前と変わってるんで、なんじゃこりゃーっていう感じで、あらゆるものに驚いて、興味津々で、まるで子供のようにワクワクドキドキしながらその辺をうろうろするわけなんですよね。この時点でもうやってること可愛いんですよね。それでですね、牛尾から封印を解かれた後にですね、ちょっと逃げる機会を失って、牛尾に取り付いてですね、いつか牛尾を食ってやるぞと言いつつですね、いつもこの牛尾の心で罵ってるわけですよ。お前らダメなやつだな、みたいな感じで言ってるんですけども、そんな中でもですね、敵との戦いの最中に牛尾がね、ピンチに陥ってしまうようなことがあるわけなんですよね。で、このピンチに陥って、もう結構やばいみたいな風になった時に、牛尾が言うわけですよ、トラに対して。ごめんな、トラ。お前に食われてやれなくてよ。って言って、だんだんやられてしまいそうになるところを、トラからすればですね、妖怪なんで、牛尾のことを助ける義理ないわけなんですよ。なんなら別に死んでくれたらですね、獣の槍から解放されるんでね、自分が好き放題できるんですけども、いざやられそうなね、牛尾を見てしまうと、おめえはわしが食うんだつって助けちゃうわけなんですよね。どんなツンデレやねん。他のね、ヒロインたちを乗っけてですね、ずーっとね、牛尾と一緒に行動してるわけでですね、そのままずーっとこのツンデレカップルみたいなやりとりが続くんですよね。そんな感じでね、見てもらったらわかるんですけども、このトラって妖怪はですね、理性のない、ただの凶暴な化け物とはちょっと違うわけなんですよね。結構感情豊かな部分がありまして、そういった点がもともとあるんですけども、牛尾と出会って旅していくことに、さらに徐々に変わっていって、トラの内面っていうのが変化していくんですけども、実はですね、番外編かな、トラの大昔のエピソードっていうのがあるんですよ。牛尾とかと出会ったりとか、封印されるようになるよりはるか前のエピソードがちらっとあったりするんですけども、実はその中でもトラはね、結構粋な行動をとってるんですね。そこら辺がね、他のただ人を殺して食うっていうような妖怪たちとはまたちょっと違う妖怪なんですよね。というわけですね、強くて粗暴で無邪気でツンデレな主人公をいざとなったら守っちゃうような、そんなトラなんですよね。そのとんでもないヒロイン属性が伺えるわけなんですけども、ちょっとね、無邪気な場面が出てくるようなところではですね、このトラの絵がですね、結構可愛い絵にデフォルメされて表現されてるんで、それもね、このトラの可愛さを表現する一つだと思います。妖怪たちが怖くてキモくて可愛い。そもそも作者の藤田先生の絵がパッと初めて見たらですね、ちょっととっつき悪いタッチの絵柄なんですけども、この絵柄がですね、やっぱりこの妖怪とかを描くのにめちゃくちゃマッチしてるんですよね。そんな妖怪たちの中でもですね、今でもパッと思い出せる僕のね、トラウマ妖怪が少なくとも2体はいますね。一つはね、ふすまって妖怪なんですけども、空中に浮いてる、漂ってる大きい妖怪でですね、これ初めて見た時にサンデーに載ってるんでね、すごい大きい A4 サイズぐらいですかね、雑誌ね。こうパッて見開き2ページにね、ドーンとふすまの顔がね、出てくるんですけどね、それが怖くてね、初めて見た時にかなりビビった思い出がありますね。もう今でもはっきりとどんな絵かすぐ思い出せるぐらい怖ーと思った妖怪がこのふすまっていうんですけども、もう一つがですね、生ハゲになってる妖怪がいるんですけども、これがですね、ストーリーの都合上というか、この生ハゲがやろうとしていること自体がかなりキモいんですよね。もうキモくてちょっとエグい感じなんですけども、これもね、今でもね、うわ、キモっと思うぐらい思い出せる、この2大怖くてキモい妖怪いるんですけどね、
多分他にもね、見たらキモいなとか怖いなとかいうやついっぱいいますね。そんなキモい怖い妖怪もいるんですけれども、もちろん可愛い妖怪も結構いましてですね、例えばかまいたちが出てくるんですけども、かまいたちは結構可愛いキャラクターとして描かれてたり、途中にイズナっていうイタチなのかツネなのかなみたいな妖怪がいるんですね。このね、イズナもね、結構可愛いキャラクターとして描かれてるし、もちろんさっき言ったみたいにね、このトラ自体はですね、普段すごい大きい強い怖い妖怪なんですけれども、可愛い表現の時はですね、わざわざデフォルメした可愛いタッチで描かれてるんでね、結構それなりに可愛いキャラの妖怪が、ね、出てくるのがね、面白くて見どころじゃないかなと思いますね。そういった数々の人ならざる者たちを、この漫画を見ながらですね、めでてほしいなと思いますね。名言と名シーンのオンパレード。これはですね、本当に最初から最後までずっとそうなんですけれども、名シーンと言われるような素晴らしい話とか表現とかセリフばっかり出てきますね。これは何かピックアップしてね、お伝えしたいんですけど、あまりピックアップしてしまうと実際に漫画読んでもらった時の感動がね、捨てちゃうんじゃないかなと思うので、ちょっとね、主人公たちとは関係ないサブキャラの話で一つすごい名場面があるので、それだけちょっとお伝えしようかなと思いますね。とある町に行った時にですね、そこ出身のヤクザの男がいるんですね。でもそのヤクザの男はですね、癌で余命宣告をされてしまって、もう余命宣告されたから組辞めて、残りの人生生きていくねって言って、ヤクザを辞めるわけなんですよ。ヤクザを辞めた時に、自分の出身の町に帰るんですけども、ちょうどね、そのタイミングで自分の出身の町がですね、とある妖怪に襲われちゃうんですね。そういう風な状態になった時、その自分の出身地には自分の母親もいるんですよ。何十年も会ってない母親に死ぬ前に会おうかなと思ってたところ、妖怪に襲われてしまう。で、本当だったらね、ちょっとお母さん助けようかなとかなるんですけども、この男はですね、基本的に何か怖いことがあったら嫌なことだからやっぱり逃げるんですね。でもその時もですね、妖怪が襲ってきたんだったらもう街の人とか他の人とかね、自分の親を見捨てて一回逃げちゃうんですよ。でも逃げるんですけど、その妖怪たちに命をかけて立ち向かっている牛尾を見てですね、もう自分も舞い戻ってきて命をかけて牛尾のピンチを救うんですね。その時にですね、牛尾が命をかけてまっすぐに立ち向かう姿を見て、昔その男がね、母親から言われてたことを思い出すんですよ。お天道様に顔を向けて、まっすぐ立てというふうにお母さんには言われてたんですね。それを牛を助けた時に思い出してですね、命をかけて助けた彼も今ここで死んじゃうっていうような状態でですね、牛尾に問うわけですよ。俺はまっすぐ立ってるか。いやー、このね、この男登場してから一貫して嫌なやつなんですけど、もうこの最後の最後にですね、昔母親に教えてもらった大事なこと、まっすぐ立ち向かうってことを、お天道様に顔を向けるっていうことを思い出して、自分らしさ、人間らしさっていうことを取り戻してですね、死んじゃうんですけども、めちゃくちゃかっこいいストーリーですよね。この男はね、かっこいいセリフを吐いて死んじゃうっていう感じなんですけども、これに限らず、牛尾が中心となる話も、虎の話もそうなんですけども、それぞれにですね、すごい名場面、名シーン、感動的なシーンとかセリフがいっぱいあるんでね、ぜひ読んでもらって見てほしいなと思いますね。これ最後まで見てもらうとわかるんですけども、一番最後のね、最終巻のところ、もうこれ名台詞、名シーンばっかり。鼻水とね、涙でね、ぐちゃぐちゃになって読めないぐらい感動する話、ワンサが最後出てくるんでね、ぜひぐちゃぐちゃになりながら読んでほしいなって思いますね。最初から最後までの伏線回収が神！これにつきますね。この作品なんですけど、やっぱり最後の最大の魅力って言いますかね、伏線がめちゃくちゃいっぱいあるんですけども、それがね、一番最後の最後に全部きれいに回収されるわけなんですよ。おそらくなんですけども、この作品に限らず、大体の漫画家さんなんですけども、漫画を描き始めたらですね、最初もちろんある程度のストーリーとか、大体の話の流れとか、こういう風に持っていこうってことは考えてるんですけども、そこまで当たり前ですけど、すごいいちいち一個ずつ細かいことはね、考えてるわけないんですよ、最初には。で、大筋のことを考えて書きながら、細かいことを決めてですね、何か書いたことが後々伏線になるようにあらかじめ仕込むこともあれば、後になって、あれを使ってね、伏線にして新しいストーリーを考えたりするのがよくあるパターンだと思うんですね。いろんなね、漫画見てきて思うんですけども、最後ね、漫画終わった後に、そういえば、あの伏線どうなったんやろとか、あの話何にも説明ないまま終わってしまったな、みたいなね、未回収な伏線っていうのはどの漫画にも結構たくさん出てくるんですね。ところが、この牛尾と虎に関しては、本当にきっちり全部のストーリーから出てくる伏線はですね、本当に最後の戦いに全部綺麗に重なって、まさにそれが集まって最後の敵と戦うっていうね、完璧なまでの伏線回収があるんですよね。
このね、全部が集まって一気に収束して最後の戦いに行くっていうところがもうむちゃくちゃ熱いんですよね。もう涙なしには語れない。この熱さも本当に完璧。そこから最後、エンディングですね。本当に全てが終わって、この漫画も終わっていくっていうエンディングにかけて、もう涙なしでは語れない。完璧と言わざるを得ないんですね。この伏線回収が、この作者の藤田先生めちゃくちゃうまいんですね。この牛尾虎って先も最初から最後までですね、ミスなく全てが上手にまとまっているんじゃないかなと僕は思いますね。序盤の方をね、後で思い返して見てみればわかるんですけど、一見伏線じゃなかったであろう内容もね、ちゃんとしっかり伏線になるように後で描かれててね、その辺がすごいなと思いますね。例えばなんですけども、第1話、一番最初にですね、後ろのお父さんからいきなりね、妖怪は実はいるんだという話を受けるわけですよ。当然その時はまだ妖怪なんか見えるわけもないんで、ああ、またほら吹きのほな、親父がなんか言ってるわ。みたいな感じに牛はずっと思ってるんですね。そのね、お父さんなんですけど、お寺の住職なんですけども、もう奥さんもね、いないわけですよ。牛のお母さんももういないんですけども、そんな状態で、じゃあちょっと旅行行ってくるわ、みたいな感じでね、すぐいろんなところに旅行行ったりして、ね、いなくなるようなね、一見生臭坊主みたいな感じに映ってるんですけども、ちゃんとなんで旅行に行ってるか、なんで妖怪の話をしてるかとかっていうのが、きちっとやっぱりね、全ての物語のね、メインストリームに絡んでくるんですよね。あとですね、この一番最初に、虎がですね、この獣の槍にこう縫い付けられて封印されてるんですけども、なぜ虎はこの獣の槍に封印されていたのかというところもね、実はめちゃくちゃ裏の設定がしっかりしてるんですね。最後の最後まで読んだら、あ、そういうことやったんやっていうことがね、わかるようになってるのがね、素敵ですよね。こういった感じでですね、すべての物事をすべて上手に最後につなげていく藤田先生の伏線回収の手腕が神というお話でございます。私と仕事、どっちが大事？どっちも大事だよ。じゃあ、LINE の返事遅いのはなんで？仕事中はすぐに返事はできないよ。仕事のが大事だからでしょ。すごく良かったよ。私も寝たい。ともちゃんは本当にいい女だね。嬉しい。寝たい。こんなに素敵な人に出会ったことがないよ。本当？寝たい。本当だよ。世界一愛してる。あわーい。寝たい。自分を抑えて彼女のために尽くしていた主人公、村田元樹と同じく彼氏のために自分を抑えていた江口智香、どちらもパートナーと別れた後、そういった恋愛関係に辟易していた。そんな中、ゲームのオフ会で出会った二人は、意気投合する。馬があれ、肉体もあるのではなかろうか。それは、やってみんとわからんが。では、ラブホ検索しよう。よい。すまん、調子に乗ったわ。しないの？する？二人は、お互いの持っているナチュラルな価値観を尊重し合える関係になり、友達でもない、彼氏彼女でもない、セフレでもない。したいことをしたい時にしたい人と自由な関係でいられる。フリーダムフレンドになる。何者にも縛られない関係。こういうのがいい。さて皆さん、牛尾と虎の魅力十分伝わりましたでしょうか？これを見てですね、牛尾と虎面白そうだなと思ってもらいましたら大感謝でございます。ありがとうございます。引き続きね、こんな感じでみんなに絶対見てほしいなと思うような素敵な漫画をね、毎回紹介していきますので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。さてですね、これでもう一つお知らせがあるんですけども、この牛尾と虎、もうすでに完結してますし、もうストーリーもすごいしっかりしてるし、もうぜひ皆さんに楽しんでもらいたいということでですね、次回以降、この牛尾と虎、徹底解説という動画を作らせていただきます。この徹底解説がですね、いつも皆さんにおすすめしているような動画とは違いまして、ストーリーの最初からストーリーのエンディングまで完全にネタバレな状態でいかにすごい話なのか、どこがどれだけ面白いのかとかね、もうみんなで見ながら楽しめるように徹底的に最初から最後まで隅々まで語っちゃおうという動画をね、作ってアップロードしますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。いやー、漫画って本当にいいものですよね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。